はい、内山光一のザ・ゴトチャンネル。はい。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日も監督に、来ていただいて、収録撮ってます。監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもね、監督はね、隠れているんでね、どういう方かなかなかね、わからないかと思いますけど、あ、出てきましたね。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。最近、皆さん朝の連続ドラマとか見られます？見てる時あります。あります？今日の24日ですけどね。はい。虎に翼？虎に翼。これでね、ドラマの中で出てきた言葉なんですけどね。どうして人を殺しちゃいけないのか。どうして人間を殺しちゃいけないのか？人を殺しちゃいけないのか。人を殺しちゃいけないのか。で、これに対する答えが非常にね、三次元的な話で、やはり分かってないんだなーっていうのがね。どんな答えだったんだろう。私今日見てなかった。要するにほら、会えなくなるとか。会えなくなる。それでも会えなくなったりとか。私もよく見てなかったんですけど、途中までしか見てなかったからよく分かんないんですけども、なんか三次元的な答え出されたみたいですね。そうなんですね。だから別にね、本当に殺しちゃいけないのかどうか分かんないっていうところが出てきますよね。あれなんか弁護士とか裁判官になる。いや、裁判官で、その人を殺したっていうところに対してどういうふうに判決ですね。なぜ殺しちゃいけないのかっていう質問に対する答えが出せないっていうところですね。そうは出せなかったんですね。それとニュースであったのはやはり野田さんですね。野田さんの問題ありましたね。で、自民党の方はね、小泉さんになるんじゃないかっていうようなこともあってましたね。そうなんですね。小泉さんになったらどうなるんだろうっていうことでね。でもそうね、民主党が野田さんに決まったということは、これに対抗するためにはって自民党は考えるでしょうね。考えるでしょうね。で、野田さんが連立を組めるかどうかっていうところも問題が出てきますよね。あの方連立ね、組むことができる可能性はあるよね。可能性はある。で、そこに、じゃあ、その若い小泉さん。で、小泉さんについては、監督からの意見がありましたね。監督どうぞ。意見ありましたっけ？なんかなるんじゃないかって言っておられましたでしょ。そうですね。界隈では小泉さんがなるんじゃないかって。うちの未来投資リーディングでは、石破さんっていう意見もあったんで、そこの食い違いはありますね。なぜか石破さんの顔が見えるってね、エレナさん言ってもおられましたよね。そうです。私はもうただ突然見えたからそう言っただけです。それでいいと思います。はい。刻々とね、変わっていくもんで、未来っていうのは本当に変わっていきますからね。果たしてね、どうなるんでしょうかね、これ日本は日本でね。そうですね。いつだっけ ?10 月の。申し訳ございません。25？はい。ごめんなさい。なんか、自民党のね。あります何かデータ。データ？違うことばっかり考えてるので。27日ですね。9月の27日、あと3日後ですね、金曜日。9月の27ですか？はい。じゃあもうこの動画出てる時にはもう結果出てるかな、ひょっとしたら。出てるますね、多分ね。ね。はい。じゃあ、そこは、結果出てから、もうちょっとね、掘り下げようと思いますね。
それでは残ったものとしてね、あとは、その野田さんか、それとも人間をどうして殺しちゃいけないかっていうところ。テーマが全然違いますけどね。なんか全然温度差のある話題ですね。はい、それでは、はい、人間をどうして殺しちゃいけないかっていうところをね、これもう本当にね、当たり前っていう当たり前なことです。じゃあその当たり前ってなんでそう当たり前なのっていうところがね、あると思いますけども、まあ私たちはね、勉強してますんで、ある程度はね、答え出せますけども、ただ、展示会の方がね、どのように、説明されるかを聞いてみたいと思います。ああ、なるほどね。うん。はい。うん。そうですね。監督は、大体答えはお持ちですか？私これに関しては疑問に思ったこと何回もあるんです、実は。あ、そうなでんだ。はい、明確に答えれなかったり、人に聞いたこともあって、まあ、表面的な答えは出せるんですけど、本当に腑に落ちてるかっていうと、難しい問題だなと思ってたんで、聞きたいなってちょうど、はい、思ってます。なるほどね。確かにほら、戦争でも人を殺すわけですもんね。あれも、殺人ですよね、一種ね。で、それで、でもよよしっていうか、まあ、そういうことになっちゃうわけでしょ？ね、例えば、動物が共食いする状況じゃないですか。そうですそね。れの人間バージョンだったり。ね、弱肉強食っていうね、世界ですよね、動物じゃあはね。人間は良くても動物はいいのかっていうともなりますよね。同じ光の子、神のね、子ですけど。じゃあね、動物は、もう動物もいけなかったら、じゃあ植物はいいのかってことになりますよね。植物も光ですよね。はい。植物にもね、妖精みたいなのがいますからね。そうですよね。ね。はい。そんなこともいろいろ深く考えたらね、大変ですよね。で、私たちもね、レプタリアンいけないんだいけないんだって言ってるけども、ハンドバッグにしたりね、ベルトにしたりしてますよね。ワニの皮をね。ね、肉ね。も食べるし、魚も食べるし、人間うん。はほんと何でも食べますもんね。ね。植物でも食べるし。蛇見たらね、私たちちっちゃい時は蛇見たらもう殺してましたもんね。ああ。なぜか知らないけど、目の敵みたいで殺してましたよね。もうなんかちょっとだけ怖いけど分かる。ゴキブリが出てきたら叩きたくなっちゃうっていう。うわ、そうですね。それと一緒ですね。怖いからこそこれやっつけるっていうね。怖いからこそ、やっつけなきゃ安心できないっていう。そうね。スリーパーってキャーってプチッってやるんでしょ。そうなんですよ。いやーとかキャーとか言いながら叩くんです。ね。うん。はい。まあそういったね、いろんなことがあると思いますので、せっかくですからね、ちょっと聞いてみたいと思います。はい。はい。それでは合唱お願いします。大丈夫ですか？はい。いや、龍角散かなんか飲んだらどうって言うんですけど、エレナさん、絶対龍角散のあの味はダメだって言ってね。ダメなんですよ、漢方の。漢方のダメですね。はい。あ、商品名言ってしまいましたね。はい。それでは、主への感謝のベースに準備をお願いします。はい。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、店長会の方に、どなたかに、お願いいたします。地上では、今日のテレビを見てましたところ、人を殺してはいけないという理由が分かっていない方たちがほとんどのようです。どうか、そういうことについて、お言葉いただければと思います。人類の、動物を食べたり、植物食べたり、いろんなこともするわけなんですけども、まずは人間をなぜ殺しちゃいけないのか、それから動物、植物に関してのこともお願いできればと思います。どなたかお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、おいただきましてありがとうございます。それでは、エレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。今、頭上に来ておられる方、お願いいたします。エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。
おいただきましてありがとうございます。はい。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか？はい。私は、ガブリエルです。あ、ガブリエル様おいただきまして本当にありがとうございます。はい。はい。それでは、人間をどうして殺しちゃいけないのか、ということで、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。人間というのは、すべて神の子であると言われています。神の光でできているのが人間です。いえ、もっと広い意味で言うと、人間のみならず、この地上にあるものはすべて神の光でできているものです。なので、すべての命は等しく尊いということが言えるのです。一言で言ってしまうと、それが理由ですということで答えは終わりです。しかし、今あなた方が聞きたいのは、そのさらに深いところだと思います。神の光でできたものであるから、殺してはならない。なぜということです。神はすべてのものを自らの光で作られました。すべてが生かされた存在なのです。そこには善も悪も本当はないのです。ただ役割として存在しているだけなのです。これを人間は人間の価値観で、あるいはまた何らかの価値観の物差しに当てはめて善であるとか悪であるとか決めていると思います。しかしすべてのものはその存在そのものに悪しき存在ということはないのであって、どのような役割を果たすものなのかというところが大きく違っているというふうに言えるのです。なので、どの命も等しく尊いということが言えるのです。そして、どの命であろうとも永遠ではなく、この地上においては天生を繰り返すということになっています。それは神の愛でもって与えられていることなのです。すべての人に与えられていることなのです。天生を繰り返すことによって、一人一人の魂は永遠に生き続け、そして何度も繰り返す中で学びを重ねていくということになっています。それは神からいただいたものを無駄にせず、生かし続けて役に立つ存在として、よりよくその魂を磨き、向上していくというところに目的があるのです。なので、神にとってすべての人々の存在は
大いに愛すべき存在であり、とても大切なものなのです。その中で一番してはならないということは何であるかと。それは魂、肉体ではなく魂を殺すことです。魂そのものを殺すということは、天性すらなくなるということで、この消滅に関しては、神が悲しまれる出来事です。生かしきることができなかった、再生することができなかった魂というのは、やがて消えてなくなってしまいます。それすらも本当は、もう一度再生するというサイクルにあるのですが、とりあえず今の話は、この地上において、なぜ人を殺してはいけないのかというところに焦点を当てて話をするとするならば、一番やってはならない魂を殺すということ、これが一番良くないことであり、再生することができないほどの傷を負わせるということが罪になるということです。人を殺すことによって、その可能性がないとは言えません。肉体のみならず、魂までも傷つけてしまうということになると、再生するのが遅くなったり、あるいは再生すらもできなくなるということもあるのです。なので本当はそういった罪を犯すこともやってはならないことです。殺人以上に重い罪というのがあるのです。それは魂を汚すこと。それはやってはならないことなのです。そしてその魂の入れ物であるところの肉体。これが人々が認識している人間の姿です。ですからその大切な魂を入れている肉体を殺すということは罪なことだと言われているのです。人間を物質としてのみ認識しているならば、なぜそれを殺してはいけないのかという疑問が出てきて当然です。しかし、そうではないということを知ったならば、それがどれほどの罪になるのかということも理解できるはずです。すべては霊的な存在、人間の本来の姿、こちらをどのように扱っているか、どのように見ているか、ここが大切なのです。そのように説明をしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ついつい、私たちは、勉強したからといって、主から分かれてきた魂だと、主の子供なんだ、だから大事なんだっていうふうなことで思ってましたけど、もう一つ多くの、その魂そのものに傷つけるという、そこのところまでしっかり、腑に落とすことができない状態でいたと思います。今回大変貴重な
お言葉いただきまして、ありがとうございます。しっかりとその魂だということをもう一度、深く認識していきたいと思います。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。監督いかがだったですか？今の話を聞かれて。はい、納得できました。ありがとうございます。表面で理解できてたっていうのは、人間は神の子だから殺しちゃいけないよっていう風でずっと理解してたんです。けど、ガブリエル様から魂を汚す行為だっていう風に教えていただいて、殺した方もその罪で魂が汚れるし、殺された方も悲しみのショックで魂に傷がつくってことで、そういうことなんだって思ったら腑に落ちました。で、また動物や植物っていうのは、じゃあ殺していいのかってなると、彼らはそういう役目として供される役目だったりっていうことで、あるのかなと。それ植物の動物の人間も一体としてなんか一つの地球の人員としてあるのかなっていう、そういう役目を担ってるのかなって考えました。だから私たちも神仏のために、一生懸命命をかけて、この地上に、神仏の思いを実現しようとしているのと一緒ですね。それと、動物たちもやはりその役目でやっていると。だから私たちとすれば感謝がやっぱ大事ですね。ご飯食べるときいただきますっていう、その言葉、その中にしっかりと感謝を込めていただいて、やっていただければなと思いますね。だからいただきますの本当の意味っていうのはそういうことじゃないかと思います。ひょっとしたらね、そういったことが分からなくて、畜生道っていうところに落ちられて、その動物として生まれた方もおられると思います。本当は人間なんだけど、一回ね、動物の気持ちになってみないと分かんないってことで、動物の姿になって生まれてきて、動物の気持ちを分かるっていう、そういうね、転生してる方もおられますね。でしょうね。それと、植物の思いっていうのは、近世の時は植物だったんですね、元はね。植物で百合みたいな形だったですよね。で、それから、普通の動物という形で人間に非常に近い、人間みたいな形で、高度な文明を築いて、それから地球に来られたってことですよね。そんなことね、私たち多分いろんなね、経験をしていると思います。大きな流れの中でね。そういうことで、すべてのものが、仏の光でできているというところと役割というところでね、あんまり短めすぎるとね、殺される役割なんてこう言われたらたまったもんじゃないですけどね、魂の部分をしっかり見ていただくことが大事かというところですね。何かの、役に立つ、高貴な存在に役に立つっていうことで生かされるわけですよね。そうです。そこで、地球ですから愛を学ぶんですね、利他のために。それと、魂が殺されることとは違う。同じ死であっても意味が違ってくるんでしょうね。生かされる、魂的には生かされるってことになりますね。そうです。利他を学ぶことにできますね。私たちもね、神仏のためにね、自分の命をかけてやるってことはやっぱり生かされることになりますね。地球っていうのは愛の星ですから。のためにっていう形になりますね。はい。それでは、これでね、皆さん、何のために人を殺しちゃいけないかってことが、少しはね、頭の中に入ったかと思います。あとは、しっかりと腑に落としていただければと思います。はい。それでは終わります。監督さん、それでいいですか？はい、ありがとうございます。はい。じゃあ終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。